はい、皆さんこんにちは。寺子屋忍者の岩沢です。寺子屋忍者では茶道や華道の体験教室を三田工房寺で行っております。今日は月島の着物大松さんへお邪魔しております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は着物大松さんにお邪魔しております。それでは早速着物大松の藤井博之社長に少しこちらのお店について教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、着物大松の藤井と申します。本日はよろしくお願いいたします。すいません、ちょっと緊張しております月島でお店をしておりますが、前身は和裁学院から始まっております。そうなんですね。はい、戦後ですね、はい、和裁学校から創業者は違いますけど、女性の方が、和裁を大勢の方に教えて、そこを卒業した方が、和裁師として専属の和裁師として、仕立てなどをやっていただいております。はい、じゃあ戦前から戦後に和裁師の学校をされていて、その後に、その和裁師の一人の方が独立みたいな感じですかね。ではなくて、学校長っていうんですかね、学院長というか、その方がそのまま社長として、そうですね、呉服販売も始めて、ですね。和装の学校は今はやってらっしゃる？今はもう、やってなくて、今現在はそこを卒業した人たちが弊社のその販売した着物商品の仕立てなどをやっていただいております。なるほど。なんか和裁の学校ってあんまりちょっとイメージが湧かないんですけど、なんか昔はいっぱいあったんですか？そうですね。昔は結構花嫁修行の一環みたいなところもあって、女性の方はだいたいその和裁だとか、そういうお花とかお茶とか、そういうのを結構習われてる方が多くて、その中でそのまま仕事として和裁師としてやっていく方もいらっしゃいますし、普通にその花嫁みたいな感じで嫁ぐ方もいらっしゃいましたけどね。そうなんですね。着物って昔の方って自分で縫ってたんですか？そうですね。結構自分で縫われてる方が多かったと思います。そうなんですね。なるほど。なんかね、今も結構女子大とかね、女子校とかだと授業で浴衣縫ったりとかってするって聞いたことありますけど、そういう感覚っていうかあれなんですかね。みんながなんか自分の着物は自分で縫うみたいな感じの時代だったんですかね。そうですね。昔は結構自分で、だから反物だけ買われて、自分で縫うっていう方が多かったと思います。そうなんですね。なるほど。で今は呉服屋さんとしてそうですね。いらっしゃるっていう。わかりました。茶道流仕立て、茶道流仕立てっていうふうにお店のホームページとかにも書かれていたかと思うんですけれども、どんなものか教えていただいてもよろしいですか？茶道ではやっぱりその立ったり座ったりとか、あとはこの正座した状態でこうにじるっていうんですけど、こうやって前に進んだりとか、そういう動作があるので、結構着物を着た状態で動きが加わるんですよね。でそうするとやっぱり崩れやすくもなるんですけど、そういう動きに対してもできるだけこう着崩れなんかをしないように、その方一人一人の体型に合わせて、寸法を取ったり、あとはその仕立て方にももうしっかりと細かく塗って、崩れにくくするような工夫をしております。そうなんですね。なんか何当てって言うんでしたっけ？なんか着物の意識当て、意識当てとかそういうのがちょっと違ったりするんですかね？そうです。意識当ても広めに取ってますね。大きめに全体覆うように取ってまして、そうすることで補強の意味もあるので、背縫いをこうやっぱり一番座ったりちょっとこう引っ張られるので、背縫いが補強の意味も兼ねて大きめの意識当てをつけておりますね。そうなんですね。そうするとじゃあ通常よりもちょっと動きやすいお仕立てをしてらっしゃるみたいな感じで。わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。
今回寺子屋忍者の YouTube チャンネルもおかげさまで1000人を突破しました。皆様ありがとうございます。はい、で今回は1000人突破記念ということで着物大松さんにお邪魔をしております。本日着てまいりました着物の方前回あつらえていただきまして、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。とてもよくお似合いです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら本当は浴衣地で筑前さんの、はい、浴衣地かなと思うんですけれども、はい、前に着物を習ってた時に着物の先生が、浴衣を着物風に仕立てて着てらっしゃったので、なんかそういう方も夏とか特に暑いので、すごい素敵だなと思って、今回あつらえていただいたんですけど、なんかそういう着方っていいんですかね、お作法みたいなのとかがはい、あるのかなと思って。そうですね。浴衣自体は、基本的にはどっちかというとおしゃれ使いなので、清掃ではないんですけど、今回この仕立て方としては、普通浴衣はバチ襟って半分に折った状態で仕立てますけど、これは着物感覚で着ていただくように、広襟で仕立ててますので、だからその下に長襦袢を着たりとか、帯の合わせ方によってはちょっと普通の浴衣よりもちょっと一角上のような着こなしも楽しめるように、作らせていただきました。そうですね。バチ襟にしちゃうともう浴衣として着るっていう。そうですね。浴衣の場合で広襟の場合はその方の体型によって襟の幅とかも調節ができるので、着付けの仕方もちょっとある程度変えることができるんですかね。なるほど。逆に広襟で作った場合っていうのは長襦袢とか着ないとちょっと緩いっていうかなんか違う感じになるんですかね。浴衣としても着れる。浴衣としても着ることはそうなんですね。じゃあ広襟の方がちょっと使用範囲がそうですよね。選択肢が広がるというか。なるほど。わかりました。以前になんかその浴衣ってなんかその下着とかと昔で言うなんかその下着っていうかそういう感じと一緒だからなんかあんまりお茶会とかそういう場所には着ていっちゃダメなんだよっていうのをちょっと聞いたことがあるんですけど、やっぱりそういうのってあるんですか？そうですね。お茶会とかそのお茶席での着こなしに関しては、まずはその習ってるお茶の先生なんかに一回相談した方がいいっていうのはあると思うんですけど。ただやっぱりあくまでおしゃれの着物では浴衣なのでやっぱりフォーマルな場としてはちょっとそうですよね。そうですね。どっちかっていうとやっぱりちょっと夏祭りとか友達とお出かけ行かれる時とかそういう普段使いおしゃれ使いの方がいいかなとは思いますね。屋形船とかも良さそうですよね。そうですね。屋形船とかなんかいいと思います。なんかちょっとじゃあちょっとしたイベントとかそういうなんかお出かけの時にカジュアルなまで着るっていうことですかね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。浴衣と着物って形は似てるけど全く違うものじゃないですか。で浴衣ってなんかその語源っていうかなんで浴衣っていう風に呼ばれるようになったのかっていうのがあるって伺ったんですけど、そのあたりを少し教えていただけますか？浴衣はもともとは浴衣びらっていうものからの語源できてまして、平安時代ぐらいに入浴時に高貴な人が着た状態で入浴していたっていう。なるほど、そうなんですね。そういうところから来てますね。だから今のねなんかその例えば京都の方とかでも浴衣とかってちょっと下着みたいな感じだからとかっていうのはそういうお風呂に入浴するときに着て入浴してたっていう肌にも面はいいですしそういったこともあって洋風な言い方するとバスローブ的なところですよね。なのでどっちかっていうと清掃とかっていうよりはやっぱりそのまま着てちょっと出かけてっていう感覚の衣類だったわけですよね。そうなんですね。浴衣びらから浴衣に。漢字もよくいって書きますからね。そうですよね。確かにそうですよね。なるほど、なんかすごく納得がいきました。ありがとうございます。
今日はこちらの浴衣の方が七宝柄で、はい、はい、かなと思うんですけど、七宝ってこう円に見えるので、なんか円満とか、はい、ご縁とかっていう意味があるっていうふうに伺って、はい、まあ今回ちょっと記念の回なので、はい、はい、ちょっとご縁ということで、この柄を選ばせていただいたんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらも七宝柄なんですか？そうですね。これも同じ夏の袋帯ですけど、柄は七宝ですね。はい。あ、そうですよね。なんかここのなんていうんですか、こういうところが、はい、そうですね。こういうふうにこうつながっているので、まあ七宝つなぎっていうことで、まあもともと七宝って漢字ではまあ7つの宝って書きますよね。仏教用語で、はい、まあ瑠璃とか金銀メノとかちょっとそういった7つの宝っていうことで、そこから来てますけど。まあ、非常に縁起のいい柄で、はい、まあ、吉祥文様でもありますし、有足文様でもあるので、はい、そういう縁をつなぐとか、はい、子孫繁栄だとか、そういう縁起がいい意味合いを持つ柄ですね。そうなんです。子孫繁栄っていう意味もあるんですね。そうですね。はい。縁がつながってるからってことなんですかね。そうですね。なるほど。これなんかこちらは七宝、ただの七宝だと思うんですけど、こちらなんか必死もあるんですかね。そうですね。これはまた違うんで、これは中にもちょっとこれは必死の柄も入っておりますね。まあ必死なんかはまあ剣の形みたいなそういったところにも似てるので、まあ魔除けっていう意味合いだとかも、なるほど、持ちますね。そうなんですね。じゃあ二役というかそうですね。いろいろやっぱりまあ着物はそういう柄とかの持つ意味合いなんかを考えながらこう選ばれると非常にそのね、例えばお祝いの席に行く場合でもこうちょっと縁起のいい意味合いを持つ柄のものを身をまとうと、まあ相手の方に対しての敬意にもなると思いますんで、例えば三菱さんとかグループあると思うんです、財閥のそういうところにこういうのとかって必死なんで着てってもいいんですかね。なんかそうですね。逆に良くないとかあるんですか。なんかその門とかもあるじゃないですか。なんかそれは遠慮した方がいいとか。それはそこまで細かく考えなくても自分も楽しみながら相手のことを相手目線で考えてお祝いだとかこう敬意を表したそういう柄選びっていうのが大事なのかなって思いますね。なるほど、わかりました。お隣の丸い文様はこちらは何て言うんですか。これはまあ丸紋って言いますかね。丸の中にいろいろ鳥だとか、架空の植物っていうんですかね、こう草花の柄が入った炉の袋帯ですね。なるほどですね。これは夏ですね。そうですよね。ちょっとずつなんか書いてあるものが違うんですね。そうですね。一つ一つ丸の中によくまあ我々なんかこういう現実の花ではないものを灯花っていう表現とか使いますけど、灯花ってどういう字を？唐時代の灯、からもからっていうね、花で灯花とかそういう表現使ったりして。はお花の。そうですね。はい。なるほど。そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。はい。ちょっと他の柄もお伺いしてもよろしいですか？はい。こちらは朝顔ではないか。これは桔梗ですね。そうですね。なるほど。桔梗とか笹ですね。それから葵のこう丸くデザイン化された炉の付け下げですね。付け下げなんですよ。帯ではなくて付け下げなんですね。そうなんですよ。だからこう着物の一番メインとなる上前の裾を、この辺りに来るものですかね。その辺りの柄がかかってる部分ですね。素敵ですね。こういうのって結構季節のものって先取りするのはいいけど、例えば桜の季節に、ちょうど桜が咲いてる時に桜を着ちゃうとちょっとなんかお茶の世界とかでもなんかあんまりちょっと先取りするのがいいとかって言われてるじゃないですか。やっぱりこちらの桔梗とかも夏のお花だと思うんですけど、ちょっと今ぐらいとかに着た方がいいんですか。もしくはなんかそうですね。まあただ炉の着物っていうと大体一般的には7月8月に着るものなので、まあ柄のことも大事なんですけど、まあ一応その生地のその季節感っていうのはまあ前提として考慮した方がいいので、夏7月8月に着るものですね。なる
ほどですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。こちらも教えていただいてもよろしいですか？はい、これも夏の袋帯で、紗の袋帯ですね。柄は、これはもう締めっていうんですかね。ちょっと吉祥柄ですかね。なんか夏の着物っていうと、炉とか紗とか代表的なものかなと思うんですけど、なんかあんまり違いがよくわからなくて、なんかその違いについて教えていただけますか？炉と紗の違いというと、ざっくり言うと織り方の違いなんですけど、炉っていうとこう見た感じでこれは横にこういうふうにね、炉の目が作られてますけど、紗っていうとちょっとこう、織物って縦糸と横糸のこう組み合わせで織ってきますけど、これは紗の袋帯なんですけど、紗の場合はその縦糸をちょっともじって織るので、透け感がより出やすいと言いますか。紗の方が透け感があるんですね。そうですね。紗の方がちょっと横線というかそういう感じに見えるんですかね。なんかこう。いや、それも織り方によって、そうですね。織り方にもよって、これは横がちょっと際立ってますけど、紗でもそうですね。そんなこういう感じの紗もある。これはでもこれは炉ですね。コート地とかで紗はあるんですけど、お召しになってるのはこれは塩沢。なるほど。夏塩沢ですね。なるほどなるほど。紬ですね。そうですよね。塩沢紬。有名ですよね。塩沢紬ってなんか三代目さんとかで紬のそんなことないですよね。じゃないです。大島とか結城とか塩沢とか。そうですよね。やっぱりそうですよね。気や薄く織られてるんで、シャリ感もあって夏には風通しも良くて快適です。紬はどういうものっていうか、紬っていうのはその糸自体がこう節があるっていうんですかね。だから見た目でもちょっとこう玉というかこう節が見えるっていうのが紬の特徴ですかね。そうなんですね。この今お召しいただいているのも欧州小紋、筑前さんの欧州小紋ですけど、これも生地自体はちょっと紬風の風合いで、木綿ですけど、紬風の風合いに織られたものですね。なるほど。紬って絹でしたっけ？あれ絹です。絹ですよね。絹です。なるほど。これは木綿ですけど、そういう紬のような風合いを出して織った織物ですね。そうなんですね。筑前さんの着物浴衣ってなんかちょっと浴衣の中でなんていうか憧れ的な存在っていうかそういうのがあると思うんですけど、なんかそれはやっぱり織り方の違いとかなんですか？そうです。織り方、生地の違いもあれば、あとはその染め方、型の柄とか染め方の違いがやっぱり他とはちょっと違うかなと思いますね。なんか浴衣でもちょっと筑前さんの浴衣ってちょっといいなんか響きっていうかありますよね。そうですね。やっぱりね安心のそうですね。定番のって感じですね。大人浴衣といえばみたいな感じありますよね。なるほど、わかりました。もう一回ちょっと復習をしておくと、こちらがロー。これはローですね。でこちらがシャですよね。袋ですね。なるほど、わかりました。織り方が違うということですね。そうですね。大まかには織り方、シャトロの違いっていうと織り方が違うっていうことですね。なるほど。なんかどっちがもう本当に暑い時に着るとかそうな時にない？どっちかっていうと紗の方が本当に盛夏、8月とか暑い時の着物っていうかそういう生地の感覚としては紗の方が盛夏って感じがしますね。やっぱり生地というか薄くそうですね。透け感とかは変わってきますね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。着物のコーディネートとか色についてなんですけど、若い頃って結構ピンクとか赤とかそういう色を私結構好んで着てたんですけども、最近なんかちょっと色が合わなくなってきて、なんかこういうグリーンとかブルーとか紫とかなんかベージュとかそういう色が結構好きになってきたんですけど、なんか年代でなんか着てもいい色とか着ない方がいい色とかってあるんですか？一括りでは難しいんですけど、
昔はなんか結構その年代によって色をこんな色がいいとかっていう考え方あったと思うんですけど、現代に関してはもう本当にその方に似合ってれば色に関しては特にこれはダメとかそういうのはないんじゃないかと思うので、似合ってれば、よろしいかなと思います。そうなんですね。なんか前にちょっとなんかピンクっぽい色をなんか着てたら、なんかちょっとかなり着物とかに詳しそうな方に、ちょっとあなたその色はもうなんか若すぎるわよみたいなことを言われたことがあって、なんかまだ世代とかにもよるんですかね。なんかそうですね。世代とか、その方個人の感じ方もあると思いますので、例えばちょっとそのピンクとか赤系の色味で抵抗感感じるのであれば、帯とか、そういう小物系とかでちょっと渋めの控えめの色合いで合わせて全体的にちょっと落ち着いた雰囲気を出すとか、そういう工夫とかもするとまたちょっと雰囲気は違うんじゃないですかね。そうですね。あとなんか結構洋服感覚で最近着ることが着物とかも多くて、なんかデザインとかもそうですし、なんかなんか前にちょっとおしゃれな方が帯揚げをなんかエルメスのスカーフを帯揚げにされてるっていう方がいらっしゃったんですけど、そういう着方も結構ありなんですかね。そうですね。お似合いであれば別にそういうのもよろしいかなと。私もスカーフで帯を作られたような方もお見受けしますので、それは逆にその和のテイストだけに限らず洋の色合いとか雰囲気も組み込んだりするのもまたおしゃれかなとは思いますので。なるほど。じゃあ結構もうそこまで決まりそうですね。あんまり縛られなくても、そうですね。そんなにカチカチとは決め込まなくても。そうなんですね。絶対に逆にこれはなんかマナーとして外さない方がいいよみたいなものってあるんですか？やっぱりその TPO っていうんですかね、その着ていく場面に対してのその着こなし方っていうのは大事だと思うんですね。洋服でも言えると思うんですけど、そういう冠婚葬祭とかちょっとフォーマルな場なんかであまり砕けたジーパン T シャツみたいな格好でいかないと思うので、やっぱりその場その場に合わせた装いっていうのは大事かなとなるほど。わかりました。ありがとうございます。今日博多帯をありがとうございます。今回あつらえていただいて着てきたんですけれども、博多帯ってなんか私あんまり半幅帯でしたっけの博多帯は持っていて、浴衣とかにそれこそ合わせてたんですけど、なんか博多帯って普段なんかどういうお着物に合わせていいのかがあんまりわからないんですけど、なんかこういうコーディネートがいいよみたいなのってあれば教えていただけますか？博多帯はですね、基本的には普段使いの帯なので、今日みたいな感じで合わせるのはすごく一番いいかなと。浴衣とか紬とかと合わせるのも大丈夫なんですかね？紬でもそういう紬とかウールみたいなそういうのなんかもどっちかというと普段使いな感じなので、そういうのと合わせてもいいかなと思います。なるほど。そうするとなんか証券の訪問着とか付け下げとか、そういうのはちょっとミスマッチ。そうですね。やっぱり着物の格に合わせて合わせた方がいいので、証券のそういう付け下げとか訪問着にはやっぱり袋帯を合わせた方がいいですね。なるほど。ちょっとその帯つながりでもう少しお伺いできたらと思うんですけど、袋帯と名古屋帯があると思うんですよ。なんかその柄とかはそれぞれいろんなタイプがあると思うんですけど、格では黒帯の方が高いとされてるじゃないですか。なんかどういうふうに着分けたらいいのかなって結構迷うんですけど。そうですね。あとは大事なのは、名古屋帯だから格が落ちるっていう表現もまた難しいんですけど、あと考慮した方がいいのはその柄ですね。さっきのこういった七宝柄とかもそうですし、格調があって縁起のいいような柄なんかはフォーマルな装い、例えば色無地だとか江戸小紋みたいな、純礼装みたいな、いわゆるそういったのとも合わせていい場合もあるの
で、なるほど。柄ですかね、あと考慮するのは。なるほど。じゃあ帯の形状、名古屋帯とか袋帯の形状っていうよりは柄とかそうですね、生地とかに合わせて角がどちらかっていうのを決めた方がいいっていう、そうですね。まあ一般的にはやっぱり袋帯の方が格調は高いですけど、ただまあその上でさらに柄なんかも考慮した方がいいなと思いますね。なるほど、わかりました。どうもありがとうございます。はい。着物ってどうしても面積が広いので、この着物の方に目が行くと思うんですけど、何気に半襟とか、帯揚げ帯締めとかってすごい、そこで結構決まるじゃないですか。かっこいいかどうか着こなしが。コーディネートのなんかコツみたいなのがちょっとあるのかなと思って、はい、教えていただいてもよろしいですか？そうですね。まあこちらにね、こう夏の帯締め、帯揚げを並べてますけど、これは今日お召しのおし顧問に合うかなっていう感じで、なかなかそのコーディネートを一概にこう小物何もない状態でこう表現するの結構難しいので、まああえて言うなら合わせ方としては、そうですね、帯揚げなんかは帯に溶け込むような感じの色合いで選ぶといいと思いますし、帯締めに関しては季節感をこう演出したりとか、あと色の選び方としては、まあ着物と同系の色を選んだりとか、あとは帯の中にこういくつか色が入ってれば、その中の色を取り込むとか、ちょっとね選ぶとか。なるほど、そんな感じで選ぶといいんじゃないかなと。なるほど、そうですよね。ちょっとブルーっぽい感じなので、そうですね。これは着物に合わせた帯締めの選び方で、こっちはまあ帯揚げはまあこれは板締めの炉の帯揚げですけど、これもまあどっちかというとこうまあブルー系が綺麗なんで、まあちょっとこうブルーに近い色合いでご提案ねさせていただきましたけど。こちら側はこれは麻の帯揚げですね。これは一色だけで、まあ薄い藤色というかね、こうちょっと薄藤色みたいな感じで。藤色ってちょっと紫っぽい。そうですね。はい。紫がかったそうですね。水色みたいな感じ。そうですね。はい。こちらのこれは帯締めで、夏の帯締めですね。はい。昔は、ごめんなさい。昔はだからその夏用とか別に特に区分けはなかったんですけど、帯締めに。帯締めは。そうなんですね。そうですね。まあ最近はこういうちょっと透け感があるっていうか、レースっぽいようなね、夏用として出てきてますけど。帯締めってそんなにじゃあこだわらなくても大丈夫なんですか？普通の通年用のをやっててもいいんですか？やってても別にそれはそれで構わないですね。そうなんですね。ただ夏はね、結構こういう今素敵なのもね、こう透けたレースっぽい組み方のそういう夏用の帯締めっていうのがあるので、まあそっちの方がより目でも楽しめるかなっていう。夏らしく見てる方も涼しく、そうですね。涼しげですよね。そうですね。なるほど。ありました。あとちょっと帯揚げについての質問なんですけど、結構夏ってなんかこう汗とかもかくのでこうしわしわになっちゃったりとかするじゃないですか。あれってなんかアイロンとかかけた方がいいんですか？なんか洗えばいいんですかね？なんかいつもどうしたら帯揚げも洗うことはできます。普通に着物を洗濯に出すのと一緒で、まあ専門業者さんに丸洗いで洗って。でやっぱり一番汗を吸う部分につけてるので、やっぱりまあシーズンが終わったら、まあ丸洗いしといた方が、いいかなとは思います。そうなんですね。なんか自分の東レさんとかが出してる洗えるのもあるじゃないですか。シルクっぽい、なんかシルクでしたっけ、なんかあるじゃないですか。ああいうのとかは多分自宅で洗えると思うんですけど、普通のこういう証券の帯揚げとかって、なんか洗わないでやっぱりちゃんとしたところに出した方がいいんですかね。そうですね。証券の本物のシルクに関してはやっぱり専門の業者さんに預けちゃった方が間違いはないかと思いますね。朝とかだったら逆になんかそのデリケートななんかそういう洗濯手洗いとかでも大丈夫なんですね。
わかりました。はい。絹の場合ですと着物は縮んじゃうんですよ。洗っちゃうと。そうなんですね。水につけると。なるほど。だから寸法が狂っちゃったりするので、そういう恐れがあるので、やっぱり専門の慣れたところに出した方が間違いはないですね。なるほど。わかりました。はい、ありがとうございます。